こんにちは。今回はビーズ刺繍の基本のステッチ、コーチングステッチとサテンステッチの刺し方を紹介します。コーチングステッチは布の上に渡したビーズを別の糸で留める方法です。サテンステッチは連続刺しで面を埋めるステッチです。コーチングステッチは針を2本使って刺す方法と針を1本使って刺す方法、サテンステッチは四角と丸の刺し方を紹介します。それではまずコーチングステッチの2つの針を使った方法を紹介します。刺し始めの処理をして図案の最初から針を出します。必要な分ビーズを取ってこのように図案に沿って置いておきます。別の針に糸を通し玉結びをします。1つ目と2つ目のビーズの間から針を出します。ビーズを通している糸をまたぐようにして1つ目と2つ目のビーズの間に針を落とします。今日はビーズ2粒ごとにコーチングしていこうと思います。3番目と4番目のビーズの間から針を出してビーズを通している糸をまたぐようにして針を落とします。これを繰り返します。今度は5番目と6番目のビーズの間から針を出してビーズが通っている糸をまたぐようにして針を落とします。最後は最後のビーズとその一つ前のビーズの間を留めておきます。ビーズを留める間隔は最初と最後、間は 2,3 粒ごとにコーチングするとしっかり留まると思います。ビーズを通している針を後ろに落として布を 1,2 回すくって玉留めします。コーチングに使った糸も玉留めしておきます。続いて1本の針でコーチングを行う方法です。刺し始めの処理をして図案の始めから針を出しておきます。必要な分ビーズを取ってビーズ幅で針を落とします。最後とその前のビーズの間から針を出して糸をまたぐようにして針を落とします。これを繰り返します。次の2つのビーズの間から針を出して糸をまたぐようにして針を落とします。最後までコーチングできたら裏に返して刺し終わりの処理をします。続いてサテンステッチです。まずは四角からやります。刺し始めの処理をして図案の最初から針を出します。四角のように幅が一定なものは図の端っこからステッチをしていきます。ビーズを必要な分取って針を落とします。最初針を出した隣ビーズ半円分開けた隣から針を出して
ビーズを必要な分取って針を落とします。これを繰り返します。最後までさせたら裏に返っていつも通り刺し終わりの処理をします。続いて円の刺し方です。円のように幅が一定でない図形の時は中央から刺していきます。刺し始めの処理をして刺し始めの位置から針を出します。必要な分のビーズを取ってビーズ幅で針を落とします。最初に針を出した位置の隣から針を出してビーズを必要な分取って針を落とします。これを繰り返します。半分が刺し終わったら裏に返して刺し終わった糸の下をくぐらせて中央の反対側の隣から針を出します。そして同じように刺していきます。最後まで刺し終わったら裏に返して刺し終わりの処理をします。今回はビーズ刺繍の基本のステッチ、コーチングステッチとサテンステッチの刺し方を紹介しました。参考になれば幸いです。